皆さん、こんにちは。今日は大阪南港から新門司へ名門太陽フェリーに乗船するため、ニュートラムでフェリーターミナル駅を目指します。あ、名門太陽フェリーとオレンジフェリーのファンネルが見えてきたよ。うわぁ、やっぱりフェリーはいいな。あと少しで乗船できると思うと嬉しいな。はい、フェリーターミナル駅に到着です。ここ大阪南港フェリーターミナルはニュートラムのフェリーターミナル駅から直通の通路があって雨風を防げるとっても便利なフェリーターミナルです。近くにローソンがあるので食料を持ち込む方はここで購入すると良いです。名門さんには何度か乗船していますが、今まで乗船したことがなかった1便の新門司行きです。あれが今日乗船する名門太陽フェリーの北九州2です。ここが名門太陽フェリーとオレンジフェリーの発着する大阪南港フェリーターミナルです。さあ、大阪南港フェリーターミナルに入ってみましょう。時間が早いのとネット購入で受付を使わない方が多いのでガラガラです。受付開始が15時、乗船開始が16時になっています。こちらが2階の待合室です。さて、16時になりましたので乗船いたしましょう。これが今回の船旅のルートマップです。ここ大阪南港フェリーターミナルの名門太陽フェリー1便の人道橋がとてつもなく長いのです。朝ゆっくりに到着する2便もありますが、明るい時間に大阪湾の景色を楽しめる1便。ということは、明石海峡大橋までの景色を楽しめるということになります。この時期だと日没は19時頃なので良い天気だと最高の夕日も眺めることができるのです。その代わり、北九州到着が朝5時半とめちゃくちゃ早いのです。この1便でしか見れない景色を見たいと思って1便を選んだのです。けど、天気が悪いとこの1便の良さは半減してしまいます。今日は天気があまり良くないので少し心配ではありますが、晴れることを祈りつつ乗船です。名門太陽フェリーには4隻のフェリーがあるのですが、今日の北九州2の乗船で名門太陽フェリーはコンプリートです。お得な情報として、1便はネットでチケットを買うことで、A 期間のみ 25% 割引でお得です。ちなみに2便は A、B 期間のみ 20% 割引です。1便さん、こんにちは。今日はよろしくね。隣には愛媛県は東横まで運行されているオレンジフェリーがいますよ。とても豪華なフェリーで全室個室です。大きなトラックがフェリーの車両後半に入る瞬間をパチリと撮影。このフェリーには12メートルのトラックを146台も積載できるんですよ。フェリーの側面には車両後半用の開放窓があり、自然に通風開放されています。換気や通風設備が省略できるし、フェリーを作る費用を軽減できるメリットもあります。
けど瀬戸内海のような穏やかな海でしか使えないデメリットもあります。荒れると波しぶきで海水が開放窓から入ってくる恐れがあるんです。1便の人道橋はすごく長いんだけど、これが旅情をかきたててくれるんです。フェリーには何度も乗船しているけど、このワクワク、ドキドキ感だけはいつも新鮮なんです。この人道橋には窓がないので、ついついフェリーを覗いてしまいます。人道橋からフェリーを横目で見ながら上がっていくと、やっとフェリーとつながる人道橋に出ます。乗船しましたよ。受付で今回のお部屋となる鍵を渡していただきました。乗船記念のボード前でチケットをパチリと撮影。さて、お部屋に参りましょう。6階から7階へ、そして最上階の8階へ向かいます。この8階はデラックスとスイートのお部屋専用の階になります。ここにいるとどこかのホテルの廊下と錯覚してしまいます。さすが最上級のお部屋の廊下だけのことはあります。長い廊下を歩いていくと少し折れ曲がったところからスイート部屋の廊下になります。あった一番奥のお部屋こそが今日の私の後ろです。やっぱりルームキーの方がしっくりくるな。うひょー、名門さんのスイートはやっぱりいいよね。このお部屋で12時間はとても贅沢だけど、最後のコンプリートにはふさわしいよね。右の壁には大きなテレビがかかっていて、左側にはソファーと楕円のテーブルがあります。ソファー側から見るとこんな感じです。姉妹線の大阪通とのお部屋の違いですが、色合いが全く異なります。テレビ側から見るとこんな感じです。色合いは断然大阪通だと私は思います。左右に広いベッド、センターテーブルには目覚まし時計、お部屋の照明スイッチ、コンセントがあります。デスクの上にはティッシュボックス、アメニティグッズ、コーヒー、ミネラルウォーター、ケトルが置かれてありました。デスクの下の棚にお茶と湯飲み、グラスがありました。冷蔵庫もあって、
おまけのミネラルウォーターを入れておきました。このミネラルウォーターは大分県日田市の深い地下深層部から汲み上げられる天然水だそうです。クローゼットにはこんなにたくさんいるのと思うほど木製ハンガーがありました。そしてナイトウェアとバスローブ、ブランケットがありました。黒い備え付けのスリッパが2つとお持ち帰りスリッパがありました。バス、洗面、トイレを見てみましょう。これはユニットバスという名前で済ませられない特別な仕様でした。タイル張りの壁と床にはびっくりです。バスタオルも2枚置いてありました。いろんなフェリーのバスルームを見てきましたが、名門さんがナンバーワンです。さて、そろそろ出港なので、デッキへ向かいましょう。やっぱりフェリーはデッキに出ないとね。8階はそのままデッキに出れるのが便利なんです。雲が多いけど青空が見えると嬉しいな。わざわざ出港を見届けようとデッキへ来る人は少ないです。フェリーからの眺めはやっぱりいいな。向かいにはオレンジフェリー大阪と名門太陽フェリー福岡が停泊しています。本船は定刻通り出港しました。岸壁で名門太陽フェリーの旗を振ってくれてるではないですか。これから12時間半の船旅に行ってきます。名門太陽フェリーは船首から港に入っているため、出港の際は船尾から出港となります。岸壁から少し離れると船はこの狭い港で180度旋回します。船首にあるサイドスラスターという推進装置で船をゆっくりと旋回させます。さすがに全長183メートルのフェリーを旋回させるには時間を要します。そして船首を進行方向に向けて出港です。左の白い煙突は関電の火力発電所の施設で、高さ200メートルもあるんですよ。この煙突は白ネギくんの愛称で呼ばれています。なんか可愛らしい名前ですよね。先島コスモタワーが見えてきましたよ。この先島コスモタワーは高さが252メートル、感動的な眺望が楽しめるタワーなんです。サンフラワー紅と薩摩が停泊していますよ。奥の紅は別府行きで、手前の薩摩は志布志行きなんですよ。なかなか大阪湾をゆったりと見ることもなかったので、景色を楽しもうと思います。防波堤を越えると左奥に見えてくるのは夢洲の万博会場です。
ないリングは少し残されるそうなので、それが残っているのかと思います。ほとんど解体される中、円形のチェコパビリオンが残っていました。右側に見えてきたのが大阪沖埋め立て処分場です。ここもいつか夢島のようになるといいな。ここまで沖に出てくると速度も上がり、航跡も綺麗に見え始めます。大阪湾での航行は速力制限はないので、船長の判断で決めるそうです。2便だと夜に出港だから、大阪湾をこうやってフェリーからのんびりと眺めたことがなかったな。なんか1便に乗船してよかったなと思える瞬間かも。これはもしかしたら1便のファンになってしまうかもしれません。現在、本船は六甲アイランド沖手前ほどの位置です。大阪湾をこうやって船から見ると一瞬山々が見え、ここが大阪湾とは思えないな。あれはもしかして明石海峡大橋ではないですか？天気があまり良くないので見えないかと思ってました。これは嬉しいな。神戸空港から飛び立った飛行機と明石海峡大橋を撮りましたが、飛行機が小さすぎるよね。かろうじてわかる感じに神戸の街並みが見えてきましたよ。太陽が出てきてくれました。それにしてもいい感じの景色になってきました。晴れているより私はこれぐらいの感じの空が好きだな。明石海峡大橋が近くなってきたので、他のお客さんもデッキに上がってきたようです。明石海峡大橋の全体を見晴らすことができ、太陽の光が海に当たってとても綺麗だな。この景色を見ることができてとても満足です。明石海峡大橋は神戸と淡路を結ぶ吊り橋です。淡路島が真珠閣の生産高日本一を誇る地域であり、それにちなんでパールブリッジの愛称で呼ばれています。全長3911メートル、中央士間1991メートルで世界最長の吊り橋でしたが、2022年トルコのチャナッカレ海峡大橋の全長3563メートル、中央士間2023メートルが世界最長の吊り橋となってしまい世界2位になってしまいました。吊り橋の長さは全長ではなく中央士間部の長さで争うみたいです。全長なら明石海峡大橋なのに残念だな。しかし上には上がいるもので、メッシーナ海峡大橋がイタリア南部とシチリア島を結ぶ全長3666メートル、中央士間3300メートルという吊り橋が2032年に完成するそうです。明石海峡大橋は総工費約5000億円ですが、メッシーナ海峡大橋は総工費約 2.2 兆円だそうです。明石海峡大橋を越えると左に大きく弧を描きながら航行します。これで明石海峡大橋とはお別れです。またね。うわぁ、綺麗な夕日だね。本当に見れてよかったです。瀬戸内海は大阪湾と違って海が綺麗だから航跡も綺麗だね。今日は七夕、織姫と彦星が1年に一度会える日なんですよね。出会えるかな？今年は雲も多く織姫のベガと彦星のアルタイルを見ることができなかったです。ベガとアルタイルは超遠距離夫婦なのです。光の速さでも距離は15年、想像もつかない距離ですよね。お腹が空いてきたんで、夕食のバイキングへ向かうことにします。
名門さんは味より量を好む方には大盛況なバイキングです。たらふく食べることができない私はバイキングよりアラカルトがいいんだけど、せっかくの船旅なのでバイキングを利用いたします。レストランは20時まで、私は19時過ぎの来場で、補充はなしの状態でした。料理を長い時間置いているので、揚げ物は硬くなってました。蒸したじゃがいもは放置しすぎて硬くてダメでした。レストランはオープン時間に来るのが良さそうです。なんか辛口な言い方になってしまったけど、正直な感想です。安いカツオのたたきは生臭いことが多いですが、名門さんのは大丈夫でした。パンやご飯、味噌汁、スープ、カレーがありました。サラダと冷ややっこが置いてありました。これがバイキングで取ってきた私の夕食です。いただきます。最後にデザートのソフトクリーム、自分で巻き巻きするのが楽しいんですよ。デザートのソフトクリーム、いただきます。バイキングはついつい食べ過ぎるのがダメですよね。ごちそうさまでした。食事も終わったことだし、ショップへ行ってみましょう。梅田チーズラボの商品が7月から置かれたみたいですが、高いので私はパスしました。アルコール類もこんな感じにあります。九州のお土産なども並んでいました。スナック菓子もこの通りいっぱい売っていましたよ。フェリーでは定番のゲームコーナーです。しかし新しい新造船にはゲームコーナーがなくなっている傾向にあります。今まであったものがなくなっていくのはなんか悲しいね。受付の横に営業時間のご案内ボードがあるので写真を撮っておくと便利ですよ。同じ6階にテレビラウンジもあります。こちらも6階ですが、エントランスホールにはちょこっと休憩できるソファーもあります。乗船記念ボードがありますので、乗船記念にもってこいの場所ですよね。ハイテーブルのあるプロムナードもあります。ここは乗船直後は特に人気な場所です。6階の階段裏にスタンプコーナーがあります。私はいつも記念に押して帰ります。名門さんのスタンプはいつもインクを補充してくれているので、綺麗に押すことができるのが嬉しいです。そろそろお風呂に入ってリフレッシュと行きましょう。展望浴室は6階にありますので、向かうことにいたします。やや混雑と表示が出ていますが、22時までなので入ることにします。10人ほど入っていましたが、窮屈でもなく途中から湯船は貸し切りでした。露天風呂がないのが寂しいけど、まあいいか。これは極楽じゃ。気持ちよかった。脱衣室に冷水器がないので、自販機コーナーにある無料の冷水器でお水をいただきました。ソファーに座ってお水をいただくことにしましょう。風呂上がりのウォーターは最高だな。デッキに上がってほてった体を冷やしにでも行きましょうか。
気持ちいいな。あ、もうすぐ瀬戸大橋の通過時間だった。撮影準備をしないと。今日は瀬戸大橋のライトアップがない日なので寂しいな。三菱ケミカルのコンビナートの明るさのおかげで瀬戸大橋が見やすいよね。フェリーから瀬戸大橋をくぐり抜けるシーンはやっぱりいいよね。今日は良い景色を見ることができてよかった。明日は日の出を見るぞ。それでは皆さん、おやすみなさい。おはようございます。現在朝の4時20分です。朝食を早く食べて、デッキから朝日を見るために急がないといけません。モニターで今いる場所を見ると、すぐに新門司港という感じがします。よし、朝食券を持ってレストランに行くぞ。みんな早いな。レストランにはもう数人の方が待ってました。さて、どんなメニューが並んでいるのかな。バターロール、食パン、ウインナー、ゆで卵、キャベツの千切りだけというメニューでした。おじさんがスタッフにこれだけしかないのかと呆れ気味に怒ってました。軽食しかないとはいえ、もう少し欲しいね。私はあとヨーグルトぐらいは欲しいなと思いました。さて、いただきます。今度はバターロールを焼いてきました。このパン焼き器がなんか好きなんですよね。米国ハトコ社のトーストマックスというこのパン焼き器はなんと30万もします。欲しいと思ったけどこの値段は買えないな。バターロールにウインナーとキャベツを入れてホットドッグにしていただきました。今度から1便に乗船するときは朝はこれで決まりだね。ホットドッグが美味しくて食べ過ぎてしまいました。ごちそうさまでした。急いで7階のデッキへ向かいました。空が明るくなってきてるけど、雲が多くて朝日は見れないかもしれないな。この感じで朝日が昇ってくるシーンが見れるとよかったんですけどね。こんな日もあるよね。けど曇っているわけでもないし、マジックアワーでよしといたしましょう。大きく弧を描きながら新門司港に入りましたよ。間もなく着岸です。いつかは乗船したいと思っているオーシャン東急フェリー、
乗船してみたいな。北九州2は少し旋回し、着岸の準備に入ったようです。誰一人としてデッキには出てこなかったけど、せっかくの着岸シーンなのにね。私を基準に考えてはダメだよね。わざわざ見に行く人の方が珍しいのかも。新門司港フェリーターミナルが見えてきたね。新門司行きにものんびり滞在があればいいんだけどな。バスを調整してなんとかやってほしいよね。船尾では綱取さんがロープ作業をしていました。綱取さんは慣れているから簡単に作業しているように見えるけど、私がやったらロープに当たって転んだりしそう。どんくさいから私には無理だな。船を引っ張るこのロープ作業はとても危険な作業です。ロープが切れた際に猛スピードで跳ね返るから当たると大変危険らしいです。フェリーは着岸が完了したみたいです。人道橋がフェリーとドッキングしました。下の方に厚い雲があってなかなか朝日が顔を出してくれないな。少し朝日が顔を出してくれましたので船内へ戻りましょう。あ、鳥さんの群れが飛んでる。鳥好きなもんでついつい撮影してしまいます。時間的にやばそう。早く下船せねば。バス大丈夫かな？行ってしまうと大変です。いつもながら下船は寂しい。12時間があっという間に終わってしまった感じです。北九州2、ありがとうございました。またね。もう少しターミナルを撮影したかったけど、バスが待ってくれているので急ぎましょう。運転手さんがあなたたちしか乗車しないので、フェリーを少し撮影してもいいよと言ってくださいました。お言葉に甘えてフェリーを撮影させていただきました。やっと朝日がちょこっと見えてきましたよ。とても優しいバスの運転手さんで助かりました。やっと綺麗な朝日が出てきましたよ。ギリギリセーフかな。どうだったでしょうか、名門太陽フェリー1便は。私はとても気に入りました。播磨灘あたりまで明るい時間の航行はいいよね。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。